。私、吉本興業に所属しておりますマジカルラブリーの野田クリスタル R1 チャンピオン M1 チャンピオンです。そしてファニーから来ましたエンジニアの山本と言います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。なぜ今日私がこんな舞台に立っているのか、ちょっと事の経緯を説明するには僕のちょっとした歴というか来歴というかそういったものを紹介させてもらいます。まずですね、僕が20代の頃にですね、ちょっとプログラミングの方を個人的に勉強しまして、自作でゲームを作っていました。こういったゲームを作っていました。名作ブロック崩してと言われているゲームでございます。もう無理なんですけども、一回当たることにどんどん顔がでかくなっていくと、こういった不毛な時間を過ごすゲームを作っていました。でそんなゲームを作っていたらですね、なんかこういろいろといろんな人たちが一緒にゲーム作ろうよと言ってくれまして、なぜか任天堂スイッチの方からもゲームが出るようになりまして、去年の12月に発売されたこちらスーパー野田ゲーメーカーというゲームなんですけども、こちらはですねまさにその AI が勝手にゲームを作ってくれて、完成させて、そしてプレイヤーがエディットして、さらに、面白いゲームに仕上げて、それをオンライン上に公開して誰でもゲームができますよみたいな、ちょっとしたプラットフォームに近い、ゲームを作成しました。結果ですね、いろんな人がゲームを作ってくれて、もう中にはもう1万個以上のゲームがこの中には入っています。このゲームを機にですね、僕ちょっと AI にだいぶ興味を持ちまして、でとある企画を打ち出しました。それがですね、24時間無限に大喜利ができる無限大喜利というものを作りました。こちらどういうシステムかと言いますとですね、24時間お題を AI が作ってくれます。なんでもういつ行っても新しいお題がずっと出てきます。でこのお題答えづらいなと思ったらスキップもできて、また次にまた AI がお題を出してくれる。でそれに回答して、で、無記名で、回答して、その中から、投票、こうですね、こうやって投票する。面白かった回答に投票すると。でそれで、1位を目指す。本当にそんなんやってくれる人いるのかなと、24時間大喜利やってくれる人いるのかなと思ってみたら、なんとですね、投稿も65万件で投票も122万票ということで、すごい盛り上がりを見せていまして、さらにですね、ユーザーの中にこんな人が現れました。なんともう1万件、半年ですよ。半年で1万回大喜利を回答した方が現れました。もう24時間これ無限大喜利じゃないと再現できない状態です。1日55回回答してます。何をされてる人なんでしょうか。心配です僕は。そんな感じでですね、もうこの無限大喜利を作った甲斐があったなと僕は思い、ほっとし、今後この無限大喜利がどんどん盛り上がってくればいいなと思っていたんですが、とある問題がここで発生します。さあこちらのお題ご覧ください。このアナグマ SNS でバズりそうだな、なぜそう思った。お題としても面白いお題で、SNS っていう最近のねワードも入ってます。ただこのお題なんですけども、ある問題がありまして、僕にアナグマの知識がありません。アナグマって何だろう、アナグマって何をする生き物だろう、何食うんだろう、どういう生活を送ってんだろう。なんとなく SNS でバズりそうだなっていうお題に対して回答のニュアンスはあるけども、どうしてもアナグマの情報がないから明確に答えが出ないと。そんな時にですね、やっぱりアナグマの情報が欲しいんですね。例えばこのアナグマ学会って人がいて、アナグマ専門家がいたらワンチャン僕よりやっぱ面白い回答出てきそうなんですよね。知識があるから。だからこういう時にですね、AI がですねアシストをしてもらいたいんですよ。この答えを考えてくれじゃなくて、答えを導き出すための補助をしてほしい。それが僕的に芸人として AI に求めるものだなと。しかももしもそれが解決するとどんなことが起きるかというと、おそらく文化の違いがなくなるんじゃないかなっていう気もするんです。っていうのもこの大喜利っていう形って、単純に文字だけだし、人の声とか見た目とか
その有名度知名度とか関係なく文字だけなんで本当は世界共通でできることなはずなんですけども、何せこの、ルールが違ったり文化が違ったり知らない単語があったり知らないワードがあったり、そういったもので共通で面白がれないという問題があるんですけども、そこをもしかしたら AI がこうカバーしてくれて、最終的にこの大喜利から始まるこのグローバルな日本のお笑い、日本から生まれたこの大喜利っていう文化が最終的に世界的にこう広まって、で僕は見てみたいです、海外の人の大喜利を。で何を面白いと思ってるかで僕も挑戦してみたいです。海外の人を大喜利で笑わしてみたい。さあ、今回なんですけども、こう無限大喜利をやってみてですね、今後、お笑いと AI は仲良くやれるのかっていうテーマなんですけども、今回みたいに僕が知識がないものを補ってくれたりとか、24時間大喜利を作ってくれる、お題を作ってくれるっていう最強のコンテンツを作れたりとか、これもしかして AI がちゃんとそのエキスパートと一緒に作っていったらお笑いがとんでもないコンテンツになるんじゃないのっていう気がしてならないですね。でそれのためには、使い方をもっと考えていかねばならんし、サポートだったりとか、この本来人の手ではできないこの、お題を作るとかこう作家的な脳みそにおいては AI はもしかしたらもうとんでもない力を発揮する可能性があると僕は今回感じました。ご清聴ありがとうございました。本当に AI の誕生ってすごい自分の中でしっくりくるものがあって、もともとこの僕は結構ネット住人というか始まりがね、で結構早い段階でインターネット触ってたんですけども、その時もなんかこうインターネットってどうなんだろうみたいな時代があって、で結局今もう皆さんインターネットを使ってるなっていう意識もなくネット使ってると思うんですけど、だからそれの AI が今それの時代の始まりをすごい感じますね。こう AI ってどういう使い方したらいいんだろうとか思ってる人もまだまだいると思うんですけども、多分思ってる以上になんかこう面白い遊び道具みたいな感じで使えるのが AI なんで、怖がらず積極的にちょっとジェミに使ってみてもらいたいです。